こんばんは、新パイロットきよきよです。今日は待望のマイクロソフトフライトシミュレーター2024の最新アップデート、シムアップデート4ベータ版について詳しく見ていきます。今年を締めくくる最後のこのアップデートは、大きな期待といくつかの深刻な問題をもたらしました。今回はその全てを限られた時間で詳しくご紹介していきます。まず、このアップデートは開発チームにとってかなり重要なアップデートのようですが、なんでこんなに重要なのかを理解しておきましょう。SIM アップデート4のベータバージョンは、前回の SIM アップデート3で報告されたパフォーマンスの低下や不安定さをすぐに修正するためにリリースされました。特にシミュレーターの安定性と全体のパフォーマンスを上げることに力を入れたようです。つまりこれはただの小さな修正ではなくて、シミュレーターの長期的な安定性を保ってユーザーから信頼を維持するための大事な一歩なのです。では、このアップデートではどのくらいの改善が入っているのでしょうか。今回の SIM アップデート4ベータ版の更新ログを確認したところ、実に200以上もの修正、追加、更新が含まれていました。全部を取り上げるのは難しいので、ここでは特に重要な変更点をいくつかピックアップします。SIM アップデート4の最大の目玉は何といってもパフォーマンスの向上です。公式のパッチノートには、草のレンダリングの最適化やメイン CPU スレッドの最適化といった項目が挙げられています。これにより SIM アップデート3まで多くのユーザーが悩まされたメインスレッドのボトルネックという問題が解消され、特に最低フレームレートが改善されました。実際にこの SIM アップデート4で遊んでみたのですが、途中の途切れとかはなく、シミュレーターの動作が驚くほどスムーズになったように感じています。海外のユーザーからは VRAM の使用量も改善されたという報告も上がっています。コアシステムにも大事な変更が加えられました。回転の物理演算がリアルに、すべての航空機の飛行軌道に影響する基本的な物理演算が修正されました。ペイロードと完成モーメント MOI の修正、ペイロードが MOI に与える影響の不正確さが修正されました。ただこれによって機体のバランスが崩れてしまう可能性もあり、サードパーティー製のアドオンは調整が必要になるかもしれません。アビオニクスの進化、ガーミンのシステムでのウェイポイントの表示が軽くなって、 GPS レシーバーがより現実的にシミュレートされるようになりました。ただ SIM アップデート4のベータバージョンは良いことばかりではありません。深刻なバグや既存の SIM アップデート3から後退した部分がいくつか出ています。1、サードパーティー製アドオンとの互換性機器。これが SIM アップデート4ベータ版の最も深刻な問題です。PMDG、イニビルズ、エアロソフトといった主要な有料アドオン機体が今回のアップデートで完全に動かなくなるというかなり広範囲な問題が報告されています。これはシミュレーターの根幹となるコード、特に WebAssembly や新しい暗号化プロセスに根本的な変更があったからだと言われています。また PMDG の開発者も、マイクロソフトが何を変更したのか教えてくれない限り手探りで修正するしかないと述べており、開発者間のコミュニケーション不足が浮き彫りになっています。この状況にユーザーは、速くて滑らかなコアシミュレーターか、高価でリアルな航空機かという辛い選択を迫られています。またパフォーマンスは全体的に良くなりましたが、一部のユーザーからはまだカクついたりする問題が残っているという報告も。さらに GSX Pro ではボーディングブリッジが全く反応しなくなったり、ランディングライトのスイッチをオフにしても
実際にはまだ消えていないバグが起きていたり、着陸時にブレーキの油圧がなくなり、機能しないか非常に弱くなるという報告。ドイツではアプローチ中に都市のライトが完全に消えるという視覚的な不具合もあったなんて報告も。また VR ユーザーはマウスカーソルが消えたり、ワールドマップで今すぐ飛行をクリックするためにわざわざ VR を抜ける必要があったりと、これではゲームが後退しているんじゃないのかなんて言われています。ベータ版なのでまだ完成度は低いっていうのはわかるんですが、今は無理してアップデートしない方がいいかもと私は思います。コミュニティの反応は期待と不安が入り混じったまさに両極端の意見が多いです。ポジティブな意見としては、多くのユーザーが今回のアップデートによるパフォーマンスの向上にめちゃくちゃ好評な反応を示している点です。高性能なパソコンを持っているユーザーは劇的に FPS が上がったとか、バターみたいにスムーズと報告していて、これをゲームチェンジャーと呼んでいる人もいます。パフォーマンスの改善がすごく魅力的だから、アドオンが壊れていてもシムアップデート3には戻りたくないっていうユーザーまでいるんだそう。一方で多くのアドオンが動かなくなったことに対する不満はすごく大きいです。たくさんの熱心なユーザーにとって PMDG みたいな有料アドオンはシミュレーター体験の中心なので、それが使えなくなるのは致命的です。アソボとサードパーティー開発者間の連携不足をはっきりさせていて、今後のホットフィックスに期待が集まっています。今回のシムアップデート4のベータ版は間違いなくシミュレーターの技術的な進歩を示していると思います。CPU のボトルネックを解消して全体の動きをスムーズにするという長年の課題をクリアしてきたからです。でもその一方で欠かせないサードパーティー製アドオンのシステムに大きな互換性問題を引き起こしました。これはゲームの中核にある安定性と活気のあるアドオンシステムという開発における複雑なトレードオフを浮き彫りにした感じです。もし皆さんがデフォルト機体やシンプルなアドオンを中心にプレイするカジュアルユーザーなら、パフォーマンスの向上を体験するためにベータ版に参加する価値は十分にあります。しかし熱心なユーザーで有料の高品質機体を使っている場合は、サードパーティー開発者から正式なアップデートを待つか、シムアップデート3のままにしておくことを強くお勧めします。アソボにはこれから迅速な修正をリリースしてくれることを期待しています。SIM の今後の展望を占うためにも、最終的にこのアップデートが全てのユーザーにとって素晴らしいものになることを願うばかりです。SIM アップデート4ベータ版に関しての紹介は以上となります。この動画が全体像を理解するのに役立てば幸いです。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。